皆さんこんにちは、読書の達人です。今日ご紹介するのはこちら、神社ご利益1万倍の参り方、藤本博人さんです。私奈良県出身でして神社散々行ってきました。で、奈良県出身の私がですね、通常の参拝方法を交えながらですね、ちょっと解説していきます。1万倍っていうぐらいですからご利益があるお参りの仕方ですというふうな本ですから、一部通常の参拝方法と違うことが載っています。でそこはですね、後ほど解説していきます。内容なんですけど、ちょっとまず目次をご紹介します。まず最初に準備について書いてます。神社準備がやっぱり大事ですので、こういうふうな準備をしてくださいということが書いてます。それから実際のお参りの仕方ですね。それからご祈祷について書いてます。ご祈祷っていうのは、ちょっと別室に呼ばれて行ってシャッシャッやってもらってっていう特別なお祈りをしてもらうやつです。それからお参り後の習慣も大事です。そういうことについても書いてます。それから神社の歴史についても書いてます。大変興味深いことを書いているのでね、ぜひ読んで勉強していただけたらというふうに思います。さあ、まずじゃあ前準備です。お参りは前準備が8割というふうにこの本にも書いてます。どこに行って何をお願いするのかということは前もって決めておいた方がいいです。で、行くところは決まっている。例えば名古屋に行く、名古屋の神社どこに行く、そしたらそこに行って何をお願いするということを前もって、考えておくということです。神社によって得意分野ありますから、どうせならねせっかくならね、その神社の得意分野について、お願いしていくのがいいかなと思います。また抱えている問題が明確である。例えば受験、例えば病気、例えば仕事のことについてお願いしたいのであれば、その分野が得意な神社を探してお参りをするのがいいというふうなことです。またあんまり遠くに行けない、うちの近くでなんとかならないかという人もいるかと思いますが、そういう人が近くの神社で、例えばいろんな神社がありますから、でそこで、どういうものが得意なのか、その神社がね、いろんな神社がありますから、ここが得意、これが不得意ありますから、それについて調べてから行くのがいいかなというふうに思います。ちなみにですね、同じ名前の神社っていうのがあります。全国、伏見稲荷だとか、浅間神社とか熊野なんとかあります。基本的に同じ名前の神社は同じ系統です。つまり得意分野が同じです。で、ただ同じ名前でもちょっと違うのもあるので一応調べておいた方がいいですけども、基本的には同じ系統だと思ってください。同じ系統ならいわゆる総本山に行く必要はないです。さあ、何について願うかを決めていくのは大事ですが、欲張らないでください。あれもこれもってしない。大体4文字ぐらいでお願いしてくださいというその4文字について、漢字4文字だよ。ね、ひらがなじゃないですよ。漢字4文字こういうのを願ったらいいですよっていう例がいっぱい載ってますから、それはちょっとこの本買って参考にしてください。さあ、お参りの仕方の作法です。お参りは基本的に午前中にしてください。午後だとダメかっていうとそんなことないですけども、基本的には午前中にするものです。さあ、入るとき鳥居をくぐらない人がたまにいますけども、鳥居は必ずくぐってください。あれは結界です。で、鳥居の前に立つ、一回止まる、スンで15度頭下げます。で3メートルぐらい先見ます。
これを醤油と言います。ちょっとだけ頭下げる。その3メートル下げたというそこそこへりくだった状態でシュ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 ッと進んでください。こうやっていかないね。で鳥居というのはくぐるときは左足から入ってきます。そして左側を通っていってずーっと行ってください。左側進んで、そして、帰っていくときには鳥居を右足から出ます。まあ震災太夫という言い方ですけども、これは正中作法というふうに言って、まあ、通常神様の前にいる時の作法で神職の人がやる作法なんですけども、まあ今聞いちゃったんでね、皆さんね、実際そこまで神経質になる必要もないんですけど、まあせっかくなんですから、もう聞いたんですから、その通りちょっとやってみてください。神様もね、この人知ってるのもバレちゃいますからすぐね。で、参道歩いてる時にベラベラ喋らない、黙って歩いていく、左側ね。で結界の話がさっき出てきましたけども、鳥居は結界だっていう、まあ綺麗なところと属性と分けてます。で藁をこう編んだやつに紙をギザギザにこう切ったのをシュシュシュってつけてるの見たことありますよね。あのギザギザシデって言います。であれ風にこう入れてるじゃないですか。あれは動くことによっていわゆるその清めるんですね、その周りをね。であれはまあ結界の一種です。で棒の先にシデがついてるやつを神職の人がシャッシャッって振ってお祓いみたいにしてくれます。あの棒って言っていけないんですけども、大ぬさっていうふうに言いますけども、あれも結局棒を振ることが目的ではなくて、あの先のシデを揺らすことが目的で、揺らすことによってお祓いをしています。さあ左側を通ってずっと行け、こう行ってこう帰ってきますから、真ん中が空きます。真ん中が神様の通り道だっていうことは聞いたことあると思うんですけど、それでまあ、左側行ってこっち側から帰ってきてということをします。さあ大きいところですと本殿とかいろいろあります。神社によって参拝の順番が決まってます。で、そうだな、例えば伊勢神宮だったら下宮内宮の順番、伊勢神宮だったらちょっと軽く回るだけでも多分1時間ぐらいかかるんじゃないですかね。でまあ神社によって回るとこは決まってるところも多いです。だいたい書いてます。この順番で行ってねって、それに従ってくれたらいいです。まあでも前もって調べといたら無難ですけどね、どうしようかなってならないから。でそういう案内が何もなければ普通は本殿からです。で帰りがけにその他を拝んで帰ってくるという感じです。さあ最初に、お参りする前に手を洗うところがあります。手水、最近では手水と言いますが、古い資料とかを調べてるとどっちかっていうと手水というふうに読み仮名を振っている書籍が多いです。ですから多分手水って言い出したのはここ50年100年ぐらいじゃないのかなという気がしますけども、まず作法、水のところにこう棒の先っぽにあれ尺水すくうところがついてますよね。右手に持つで水がジャーッと出てますから水入れて、で左手を洗う、左手に持ち帰る、右手を洗う、もう一回右手に持ち帰ってもう一回左手を洗う。洗ったら、もうこんだけやってる水なくなりますからちょいちょい水出してください。で左手をコップの形にして水を入れる、口をすすいでペでもう一回左手洗う。そしたら棒を
立ててください。尺を立ててください。で、持ち手を洗います。水を流してで置きます。水道みたいにジャーって水が出てますから、そこから出てくる水を使ってください。下になんかこう台所のシンクみたいに水が溜まってるところがありますけど、あれはあんま使わない方がいいかな。奈良で朝早くにお参りすることとかあります？友達の観光客とかを案内してね、6時ぐらいとか7時ぐらいに行くじゃないですか。そうすると水が溜まってるところでカラスとかハトとかスズメがバッシャバシャこうやって水浴びして遊んでおりますね。決して神社の方はきれいにしてくれてるんですけど、あいつらがバシャバシャやるもんですから鳥が、決して、きれいな状態ではないので、あそこから水すくってくれなんとかっていうのはしない方がいいですね。水が出てないなっていう場合はなんかその辺の蛇口をひねると水が出てくることがあるのでね、それでやってくれたらいいです。さあいよいよお参りです。先にお賽銭入れてください、ね、でそれから一回スンと立つね。毎度毎度の動作で一回止まってください。お辞儀90度。この本にも書いてますけども、神社本庁のホームページとかいろんな神社のホームページあるいは資料とか見ても90度近く下げるっていうのはもう大体書いてあるので、僕もこれは言っちゃいますけども、90度ぐらい下げます。90度やる。二礼に拍手一礼というのが大体基本です。ただ神社によって例外があります。出雲大社241ですね。伊勢神宮221ですけど8杯っていうのもあります。8礼か。伊勢神宮8杯って書いてあったな。で、宇佐神社大分、これが441です。場所によって違うので一回ちょっとそういうのも調べておいていいです。でお祈りしますね。で動きで一回止まる。これを残心と言います。残す心と書いてね。でパンパンとやるときにこっからですよ。この本ね、ここまで動画を見てくださった皆さんありがとうございます。やっとこの本の内容で一番大事なところをこれから話します。パンパンと手を合わせたら普通右手をずらします。下にこっちの関節1個分ぐらい。それが通常のやり方です。ところがこの本では左を下げろというふうに書いてますね。普通こういう動作の礼儀作法というのを知らない人が多いので、普通にポンポンと手を合わせてこうやってやって帰っていく。ちょっと知ってる人なら右を下げます。そういう中で一人左下げてるやつがいる。分かって下げてるやつがいると、神様から見るとはあってなる。つまり注目されるんですよ、いっぱいいる中で。ではあはあ、なるほど、こういうことを願ってるんだなという、注目を浴びやすいということです。この動作はとてもイレギュラーです。ですから神様の目から見て目立つので聞き入れてもらいやすいという理屈なんですけども、他の作法はきちんとやってくださいね。でなんで左を下げるのかというのをかなり私も時間をかけて調べてるんですが、結論出ませんでした。で、通常右を下げてというのをさっき言いました。でこの作法は神社本庁から来てるものなんですけども、左手は礼、右が肉体、つまり左手が神様、右が自分なので、自分をちょっと下げるということで、私はへりくだってますよといういわば意図があるんですね。で神様の方を下にして自分を上にして
っていうこのやり方について何かあるのかなというふうにちょっといろいろ調べたんですよ。で、左が手がで右が肉体という考えを持ってる宗教がもう一個あって、これが陰陽道なんですね。で、陰陽道の定員かなと思ったんです。こういろいろこうやるのがある。なんかあんまりやるとあれだけど。で、この定員にもない。で、いろいろ調べたんですけど出てこないんです。もうね、百科事典とかね、國學院大学の資料とかも見たんですけどね、やっぱ出てこないんですよ。で、陰陽道っていうのはそもそも1870年頃に陰陽寮が正式に廃止になってます。つまり、資料がないんです。1870年に廃止になってから戦争も経験してるんでね、やっぱり多くの資料が焼けてるんですよ。で、古文書しかないんですけれども、古文書は僕読めないですで、ただこの人ね、調べたんですけど随分研究してるんですよ。ですから何か絶対あるんです。理由書いてないんですけど絶対あるんですよ、何か。ですから多分有効なんです、これで。ただ神様の前に立ってこれをやるんですから、相当な熱量を持ってお願いしないとダメです。それこそだからなんだ、人の生き死にとかよっぽど大事な時でないと、今日はありがとうございますぐらいの時にやったらまあまあ失礼な感じですよ。だからよっぽどの熱量だったらまあもうそこまで言うんなら聞くかっていう感じです。会社に不満がある時に、例えば社長のところに行って直談判しようってなったとしますよ。まあまあへりくだりながら行くもんじゃないですか。そこをガッて強く言っても困りますっていう時って、あまりにも熱量があったら社長も「いやもうそこまで言うならちょっと聞こうか」っていうなるじゃないですか。それはそういう話です、これ。だから通常は右手下げてくださいね。で、お願いすること4文字、まあこれ見てねっていう話しましたけども、まあ、特になければ払えたまい、清めたまい、聞いたことあるでしょね。噛むながら守りたまい、先はえたまいっていうこの言葉言ってもいいんですけども、こんなの覚えられない。だから普通にありがとうございます、平穏でありますように、さようならって言って帰っていけばいいと思うんですけどね。まあでも形よりもまずね、気持ちですね。私奈良でいろんな観光客がお参りしてるのを見てきましたけども、いろんなお参りの作法をしてますよ。でもそれがダメだとは思わないです、ね、気持ちが入ってたらいいと思うのでね、気持ちで言ってくださいと思います。私受験指導者で子どもたちと接する機会多くて「神様いるの?」とか聞かれます。いるかいないかで言うといますよ、います。ただ聞いてくれるかどうかはまた別の話ですけどね。トランプ大統領会ったことないでしょ皆さん。僕もないです。会ったことないからいないっていうのは理屈としては乱暴ですよ。会ったことないけどいますよ、トランプ大統領がいるようにね。で、お願いするじゃないですか。聞いてくれる時もあれば聞いてくれない時もありますけども、これは神様サイドの判断です。例えばまあ受験200人受かる受験があるとするじゃないですか。そこ500人受けたとしますよ。受験生見てると大概の子はお守り1個か2個カバンにぶら下げてます。500人がみんな神様にお願いしてたら500人受からせるかっていうと、神様もそういうわけにいかないでしょ。そしたらやっぱり無理じゃないですか、それは。で、そもそも神社っていうのはあまり願い事をくどくどするなって言われる場所です。で、それはね、やっぱ神社という場所が、その参拝の目的がそもそも感謝と敬愛を示す場所だと言われるからです。たまに道でね、
会う人が「おはようございます、こんにちは」ってね挨拶だけしていくのはいいですけども「ああよかった超よかったよかった、これお願いしていいかな」って会うたんびに何か言ってくる人が移動するじゃないですか。うっとうしいですよね。いつもどうもって言ってそれぐらいで行くのがね一番ね可愛がある、そう思いますね。お願いは最小限にしてあとは自分で何とかする、それが本筋ですよね。そこを取り違えないようにしないとダメです。神社で、賽銭箱にね1万円札入れてきたからあとはもう大丈夫っていうのはないですね。神社に行くとおみくじ引きます。大吉中吉大吉吉中吉小吉末吉凶大凶ね。それから今のもう一回言おうか。大吉吉中小末吉凶大凶ねの順もあれば、他に大中小ときてから吉末吉凶ってくるところがあって、これがね神社によって違うんですよ。半吉っていうのはある。半吉って思うんですけども、半分吉、残りの半分に今日が混ざってるのか分かんないですけどね、半分ぐらいですというのがあります。で正式な序列のルールがどうもないらしいです。調べたんですけど、だからもう分かんなかったら聞けば、おみくじ引いたとこでこれどうなんですかって、その辺の人にじゃないよ、新職の人に聞いてくださいね。でここまで神社の話をしてきましたけども、お寺仏さんは手を合わすだけでいいです。合掌だけでいいですね。あそこは感謝とかそれから誓いを立てる場所です。頑張りますってね。お参りしているところがどういう場所なのかをきちんと把握していくというのが大事ですね。どこでももうところを構わずパンパン手叩かないね。あとね参道に食事するところがあるような大きいところってありますよね。伊勢神宮とかね。あれは帰りに立ち寄ってください。行きしに食べない。ちょっともう帰りにやると来るとちょうどお昼時で混むから今食べちゃおうっていうのはなしです。ああいう神社とかがあるところになんで飲食店が軒を連ねてるかというと、神社でお参りしていいものもらえますよね。それを体の中にご利益を取り込むという意味があるんです。だからご利益を神社でお参りしてもらう前に飯食ってもそれはただの飯です行っていいものもらって帰ってきて取り込むのがいいんです。いい匂いがして美味しそうだね。後で行くと混むということは、それはそういう時間に来たあなたに問題があるので、ちゃんとお参りしてから帰ってくるときね食べてください。あとなんだ、お賽銭いくら入れるか。どこ調べても正式なとこだよ。どこ調べても5円がいい、10円5円がいいっていうのはその5円がありますよっていうダジャレですよ、ね、10円は円が遠くなる等円ね。そういうことを書いてる人もいますが、正式な神社からの公式の発表でそれは別に書いてないですね。で逆に言うといくらでもいいんですよ。100円でも500円でも1万円でも。それによって効果が変わることはないです。好きな金額入れてください。で投げ入れない、静かに入れる、ちょろんってね。あとお札、そのまま広がったまま入れるとあそこの坂道再生箱ってこうなってんじゃん、よくから見ると。この坂道引っかかることが折りたたんでください。折りたたんで入れていいです。ただくしゃくしゃにしたい。きれいに折りたたんで入れる。そうするとあそこにストーンと落ちていくからね。
神社というものが戦後、1800年代ぐらいからかだんだん統一されてきて、こんな感じでいきましょうねみたいになってきてますけど、今過渡期だと思います、神社っていうのが。ですからこういうふうな参拝の仕方でっていうのがちゃんと決まるのにやっぱあと200年ぐらいかかるんじゃないですかね。皆さんが生きてるうちにはそういう部分っていうのは整理されないですよ。ですからもうきちんと神社ごとのやり方に従ってねやってくれたらいいかなというふうに思います。さあ、達人に心に響いた言葉こちら、249ページの10行目ですけども、こういうふうに生きなさいというような言葉が書いてますのでね、ちょっとこの本を買って参考にしていただけたらというふうに思います。いろんな悩み、いろんな苦しみがあって神様に頼るというのは大事なことです。でもね、ちょっと頼る、ね、で人に言えないこともね、ああいうところに行ってちょろっと喋って帰ってくるのもいいですよ。でまた一からやり直してっていうふうにすればいいんじゃないですかね。心が清められるいい場所なのでね、ぜひ行ってみたらよろしいかと思います。神社ご利益一番倍の参り方、藤本博人さんね、いい本です。ぜひ読んでみてください。読書の達人でした。